先輩方、私だ。ここのファイルでは、何になるのかな。サイキックになるのか、マインドセットになるのか、テクノロジーになるのか、もしくは、パラレルワールドになるのであろうか。まあ、これを聞く者に判断を委ねるとする。それで一体何を話すのか。なんだが、あまりにも深すぎて、説明する前から頭が混乱しているんだが、まあ、一言で言えば、一言では言えないな。まあ、意識だろうか、もしくは神であろうか、もしくは全知、いや、まあいい。早速、解説をしていくんだが、なるべくわかりやすく解説をしていく。まあいい。それでは、さっさと行くぞ。それで、まず、これを聞いているものというのは、まあ何かしらの環境に囲まれた状態で、この動画、音声を聞いているであろう。その見ている端末というのは、まあ、コンピューターのものもいれば、スマホだとか、えーっと、ガラケー、まあいい。そういった何かしらの物体で、まあ、見たり聞いたりしているであろう。しかしながら、そういった、まあ、この世に存在しているありとあらゆる物質というのは、宇宙、まあ、そこまで大きくは、どうかな。今現代のものから見れば宇宙というのは、果てしなく大きなものではあると考えているであろうが、まあ、その宇宙レベルから見れば、それらは、まあ、物質というよりも、互いに密接してつながっていると言えば、かなりわかりにくいな。困ったもんだ。例えば、これを聞いている者は、まあもちろん何かしらに座ってみたり、まあ何かしらの上に立って見たり聞いたりしているであろう。例えば床とか椅子とか、まあ、それぞれいろんなものに立ったり座ったりして、見たり聞いたりしているであろうが、本来そういった物体というのは、ただの原子の集まりに過ぎないということだな。まあこれはね、今現代のものでも学校で習ったであろう。原子同士がくっつき合って何かしらのその物体として存在している。しかしながら、実際は未来の視点で見ればと言えばいいであろうが、宇宙の
視点で見ればと言えばいいだろうか。物体というものはこの世に存在していない。あるのはエネルギーの振動とその相互作用だけだということ。じゃあ何があるのかといえば、意識は確実に存在するということだ。なぜなら意識はその原子レベル、ミクロ、またそのさらにミクロの領域で形成されるものではない。しかしながら物体、例えば人の体だとかは、原子の集合体。だけれども意識だけは違うということ。ということはどうなるのか。前のファイルでも言った通り、例えば肉体が滅びたとしても意識だけは残ると言っているのはそのためだということ。わかるか？まあいい。わからなければ、もうそれはそれで終了だ。しかしわかるのであれば聞き続けてくれ。だから簡潔に言えば意識というのは物理的な工程、様々な工程の単なる副産物。例えばね、人の体が生まれた。だから意識をその体に入れよう。ではなく、普通はそういった考えを持っている方がほとんどだということだけれど、全く違う。本当は意識が土台であって、意識が全ての物理的な存在以上に現実そのものな存在だということだな。まずここはしっかりと把握していただきたいと考えている。今現在2018年の環境では把握するのは無理かもわからないが、変な奴がこんなことを言っていたみたいな感じで捉えるのもいいし、いずれわかる時が来るであろう。この真実が。それで、それで今現在のその物質世界、いろんなものがあるであろう。コップだとか、コンピューターだとか、テレビジョンだとか、あとは、冷蔵庫とか、車、自動車だとか、飛行機だとか、いろんなその物質世界がある現在、2018年の現在というのは、ありとあらゆるその物体というのは紛れもなく原子からできているということ。その原子というのは陽子と電子と中性子が集まって構成されているということだな。ここまでは学校で習ったのではなかろうかと考えている。それで陽子と電子だとかその中性子はなんでできているのかといえば粒子でできているということだ。粒子が陽子、電子、中性子を作っているということ。その粒子というのは一体何なのかといえば2018年の段階では未だに解明されていないということだな。よくわかっていないということだ。だから、この世界、宇宙全体を含めるこの世界というのはすべて粒子でつながっているということだ。粒子というものでつながっているということだな。もっと深いレベルで話していこうと考えたんだが、それはまた次の機会にとっておいて、話を進めるとするならば、今現在2018年の段階で、なんていうか、優先的に重要視されているのは、その、原子で形成される何かしらの観測
だとか、物的証拠なんかを掘り下げて確信につなげていくやり方での検証を、重要視されているんだが、やはりこれはまだその科学、物理学の点からで遅れている。ということで、仕方がないことかなとも思うんだが、よく考えてほしい。意識だけはその粒子だとかで形成されているわけではない。現在であれば、その物理的過程のその副産物が意識、何かしらのその生命が誕生して、意識がついた。その肉体についた。副産物的な捉え方をしているかもわからないが、実際は全く違うということ。意識というのは現実には存在しないと考えている、その科学者も今現在まだまだ多いのではなかろうかと考えている。そもそもよく考えてほしいということ。原子の集合体から意識が生まれるかと。おそらく現代の科学者は現代であってもおそらくなんだかニューロンの活動によって生まれると信じているものが多いのではなかろうかと考えている。もはや原始時代の考えを未だに持っている科学者が大勢いるのは非常に悲しいことだな。なぜならそのニューロンというのも原子であり、もっと細かく言えば、そのニューロンを形成している原子は粒子の集合体だということだな。そこから意識が生まれるであろうかと考えるべきだということだな。しかしだから今現在であっても、例えばね、意識の拡張した形、例えば遠隔投資だとか超能力だとかのサイキック投資だとかテレパシーとか予知能力などの現象も解明できていないということ。その現代の科学者の人によってはそういった現代でいう超常現象的なその能力に対して頑くなにその許そうとしない。説明できないから許そうとしないということだな。要するに説明ができないからということ。多くの物的証拠があるにもかかわらず、なんていうか、超意識現象、超常現象のその裏付けがないと主張する人々というのは、もうなんていうか現代のその科学、物理学で証明できないから、耳を塞ぐと言えばいいだろうか、目を閉じてしまうと言えばいいだろうか、事実、そういった事実を確認する必要はないと。もう半ば強引に蓋をするみたいな感じで逃げ出してしまうということ。これではいつまで経ってもその科学の進歩はないのではなかろうかと考えているぞ。例えばね、私のことはここで言うべきかどうかはわからないが、今までもう言わなくてもわかると思うんだが、当ててきた。しかしその当ててきたことに対して解明できるものはこの世に一人も存在していないということ。それはそれで私としては気が楽ではあるんだが、超常現象
に対して見て見ぬふりをする科学者というのは、考えものかなと考えている。いや、先輩方に対して失礼だとは思うんだが、未来の視点から言えば、ちょっとどうかな。まあ、2018年だから仕方がないか、と思われても仕方がないことだな。しかしながら、まあ、世界では重要視しだしたかな。ようやく重要視しだしたかな。という時を迎えているのかなとも私は考えている。まあ、転換期と言えばいいだろうが、その時期、歴史、未来までの歴史を見る限り、まあその転換期に差し掛かっている時期でもあるから、まあこのままいけば解明されるのではなかろうかと私は考えている。今まではその意識の問題を完全に除外して、その現実を語ることというのは、まあなんとかごまかせば可能だった。しかしごまかさなければ不可能だということ。例えばね、それはオカルトだろう。ふざけた世界だろう。みたいな感じで片付ければ可能だったけれども、オカルトだからとは考えにくいな。と考えるのであれば不可能だということ。だから、いつか気づく時が来るんだが、その気づくということを、まあ、ここではっきりと言っておけば、この全世界、宇宙を含めた全世界というのは、まあ、はっきり言ってしまえば複雑、非常に複雑。だけれども、その根幹にあるものというのは一体何なのかなんだが、それは意識だということ。物質ではなく意識が根幹にあるから宇宙が存在する。地球が存在する。ということ。なんかね、こんなこと言えばね、なんかどっかの宗教的な話をしているみたいな感じに思われるかもわからないけれども、よく考えてほしいということ。物質が根幹にあるのではない。なんでかって言ったら、その物質というのは宇宙レベルで見れば、ただの原子の集まりに過ぎないということ。もっと細かく見れば、その粒子が全てつながっているということ。そんなその粒子の集まりの中に、その意識がポッと生まれるわけがないということ。だからもう一度言うけど、根幹は意識が全てだということだな。だから、まあ、別の視点。例えば、あの世からの視点で言えば、まあ、現在のその宇宙だとか地球というのは、まあ、あの世から見れば、塵ぐらいな存在だということだな。人によってその見方があるかもわからないけど、私はどうかな。宇宙が、まあわかりやすく言えば、サッカーボールぐらいかな。で、地球はほんと塵以下だね。もう微生物ぐらい地球の大きさが微生物以下かな。現代での視点でのその宇宙だとか、まあ、地球の大きさはわかるであろうから、まあ私がとやかくここで説明する必要はないとは思うんだが、現代で考えられている宇宙の大きさは
だいたいそうだな、サッカーボールくらいかな。でも未来で考えられている宇宙というのは、どれくらいであろうか。言葉に言い表せないくらい広大だということははっきり言っておこう。現代の宇宙の考えと、その未来の宇宙の考えはまるっきり違うと言っておこう。あとは、これも言う必要があるかなと思うんだが、その意識、例え、意識というのはもちろん物質、その原子の集合体に勝るとはっきり言っておくんだが、例えばこれを証明することというのは、現代でも非常に可能ではある。特に信じる心というのは重要な力があると言っておこう。例えば、そうだな、医学的な観点から見れば、例えばプラシーボ効果というのを聞いたことがあるであろう。例えばね、これを飲めば、頭が痛くなくなるだとか、これを飲めば、身体的能力が爆発的に、効果的になるみたいな感じのことをプラシーボ効果。例えばね、お菓子の、あれは何だったっけか。ラムネという白い錠剤みたいなお菓子があるであろう。あれを、プラシボ効果の、効果の内容なんか調べて、ここで説明しよう。そのラムネを飲んだら頭が治る。みたいな感じで、飲ませたら本当に治る。みたいな感じ。信じる心。だな。わかりやすく言えばだな。例えばそのラムネを飲んだらその足が速くなるみたいな感じで、本当に何秒か速くなっただとかがそのプラシーボ効果というんだが、それは現代のその医学に携わるものというのは本当に困惑する結果だということ。今であってもだな。だから現代の医学では何かしらのその理由でごまかして目を背ける行為というのがまだ続けられている。一部ではその研究に目を向けているその医学的な研究者というのをちらほら出てきてはいるんだが、まだまだかなと私は考えている。本当はもっと深いレベルのその意識の説明をしたいんだが、どうしても長くなってしまう。まだ1000分の1も話していない。困ったものだといつも考えている。そのうち何かしらの形で、ある程度把握できるような内容で先輩方に伝えようかなと考えているぞ。そろそろこれはこれで終わろうと考えているんだが、もう一度確認のために言っておく。意識がすべての源、この現実世界の源だとはっきり理解していてくれ。普通は逆、現代では逆と考えられているんだが、すべては意識が始まりだということ。そんなの信じない。嘘だ。なんか宗教的だと考えるものは、人という原子の集まり、もっと言えばその原子を形成している粒子の集合体からいきなりポッと意識が生まれるかどうか自問してくれ。生まれるわけがないだろうということだ。それこそ幻想だということ。全く未来とは逆の考えが今現在2018年の考えだということ。あとこれも重要だから最後に言っておくんだが、私は過去に2度死んで
あとは、まあ、運がいいのか悪いのかわからないが、能力も身についている。だからこそ言えることなんだが、まあ、私は、あまり言いたくはないんだが、神という言葉をあまり言いたくはないんだが、まあ、わかりやすく、神という言葉を使うのであれば、神というのは、まあ、これを聞いているもの、見ているもの、世の中すべてのものの意識の中に内在している。すべてのものは神とつながっているということもはっきり言っておこう。ただし今は肉体という単なる原子の集合体で制限されている。意識自体が制限されている。これにはまあ理由があるから、まあこれも後で言うんだが、制限されているから、やりとりがうまいことできないかもわからないが、うまいことやりとりできる方法も未来ではしっかりと確立しているということをまあはっきり言っておこうではないか。それはそのやりとりの方法はこれは言っていいかわからないが現代でもしっかりと存在することははっきり言っておこう。知っているか知らないかはまあ人それぞれだがな。今日はこれまでしておこう。まあ少し複雑になってしまったが、まあ私も説明が不十分すぎる内容で終わってしまって非常に残念ではあるが、まあ機会があればある程度把握するまでしっかりと解説をしようではないか。それでは今日は以上だ。